とある写真が送られてきました。ウェディングフォトだったんですけど、生命の未来も危ういし絶望的に思えていたの。本当に関わりがない人の結婚なんて正直どうでもいい。どうも、はるか先生です。私はコメント欄で話がうまいですねとかいい子ですねみたいなことを言ってくださる方がちらほら見かけるので、そういうイメージを持ってもらってるのかな。先生とか言ってるしね、好印象みたいな感じなのかもしれないんですけど、私だって性格悪いみたいな部分あるんですよ。私の動画って結構治療の説明とか、治療ってさ、感情論っていうよりも事実を伝えてるだけだから、しっかりしてるわみたいな、話分かりやすいわみたいな思ってくれてるかもしれないけど、普通の女子みたいな、私だって性格悪いなっていうところあるんですよ。それでタイトル見ていただいたら分かると思うんですけど、私が結構前に言われてって思って切れちゃったってエピソードがあって、それについて話そうかなと思ったんです。皆さんはフレネミーって言葉聞いたことありますか？私は結構最近目にすることがあって、それでフレネミーっていうのは、そもそも何かというと、フレネミーは造語なんですね。フレンド、友達っていう単語とエネミーっていう敵っていう単語を組み合わせた造語。友達だけど敵っていう人のことをフレネミーと言います。このフレネミーっていう言葉を最近目にするようになって、私ってフレネミーかも、がっつりフレネミーじゃなくてフレネミーかもくらいだとは思うんだけど、私は人に迷惑かけてる人とか自分に嫌なことをしてきた人とかに対して、お前もそうなればいいのにみたいな、痛い目見ればいいのにって思っちゃうの。内心ね内心そんなわーってお前も死ねみたいな言わないけど、そんなに言うんだったらお前も同じ立場になってみるよって思っちゃうのね。だから要は友達であろうが、知らない人であろうが、その人の不幸をちょっと望んでしまうっていう考えを持ってしまっていて、だからフレネミーなのかもしれないなって思っちゃったの。不幸になってそのまんま不幸になり続けろじゃなくて、痛い目見て学習してほしい、学んでほしいって思うタイプの方です。私って性格悪いのかなみたいな、エピソードトークをするので、そういう姿見たくないよとか、そういう話嫌だなって思う人はこの先見ない方がいいかもしれないですけど、アラサー女子の人間関係エピソードっていうテーマです。さっきも言いましたが、結論から言うと、私が交通事故で入院して、私の動画を見るのが初めてじゃなければ、私がどれだけの事故に遭ったかって分かってる方が多いと思うんだけど、もし初めて見る人がいたら、こういう動画とか、たくさんどんな事故に遭ったかみたいな話してるので、これ見てもらえればどれだけ悲惨な事故だったかっていうのが分かります。それを前提に聞いてほしいんですけど、私は、交通事故に遭って入院していました。命の危機を感じてた入院期間中に友達に切れてしまったんですよっていう話を今から順を追って話します。まずその時の私の状態ですね。私の状態はとても不安な状態だった。搬送されてからしばらく意識が朦朧としていて、パチッとちゃんと目を覚まさなかったので ICU にずっといました。で ICU にいた時は携帯は全く持ってないし、本当に多分会話もできてないと思う。聞いたところによると、はるかさんっつったらはいみたいな、手握ってって言ったらちょっと反応するみたいな。でその期間もちろん急に事故で倒れて搬送になってしまったから、その期間に約束していた用事とかもあったわけですよ。はるちゃんと連絡が取れない、どうしようって友達とかがそうやってなってたりしてたんだけど、私の家族がねインスタとかで
探したりとかして、割と近い友達には伝えてくれてたから、今日出てくるお友達っていうのは私の家族からすぐに事情をある程度聞かされて、交通事故に遭って今こういう状態だから本当に連絡が本人とは取れないと思うし、生きるか死ぬかわからない状態なんだけど、もしなんかはるかと約束とかしてたりしたらちょっとごめんねみたいなことを一旦断りを入れてくれていた友達っていうのをちょっとまず前提に覚えてほしいです。それで私が意識が割と戻って一般病棟に戻ってきたんですね。一般病棟に戻ってきてからちゃんと意識はっきりしましたってなって携帯をもらいました。携帯もらって、いっぱい通知来てるし、返信めっちゃ返したりとかして、なんかごめんねとか、約束ごめんねとか、一通り連絡終わった後は、今日の病院食これだったとか、暇だからなんかおすすめのアニメないとか、なんかそういうたわいもない話をいろんな人とね、普通の LINE をしていました。脳のこう意識的な物事がちゃんと考えられないとか、言語障害とかそういう障害はなかったので、今もないので、アニメ見たり、友達と連絡取ったりとか、そういう時間の使い方をしていたんですね。その当時2022年だったので、コロナ明けてすぐぐらいだったんですね。コロナ大ブームではないんですけど、コロナの影響で面会が一切できなかったんですよ。家族も面会に来れないくらいに厳しい状態で、もちろん友達なんか来れるわけないじゃん。だから友達とは本当に LINE しかしてなかった。でこっから友達と LINE していって、私が LINE してた子は、学校が同じだった子なんですね。その子からとある写真が送られてきました。その写真っていうのがウェディングフォトだったんですけど、その本人のウェディングフォトじゃなくて、全然関係ない人の、そういえば同じ学校にこんな人いたなみたいな人わかる？言うじゃん、インスタではつながってるけど喋ったことはないとかさ、あるでしょ。私はちなみにその人とインスタもつながってなかったんだけど、その友達、なんていう、ちょっと友達、その子のことなんて言う？A子にするね。A子ちゃんもその人と多分喋ったことないと思う。あ、へーって思って。で、そのウェディングフォトがですね、これも私もなんかこうわざわざ口に出すのもちょっと嫌な一面かもしれませんが、出来婚だったんですよ。もう生まれますみたいな状態のウェディングフォト兼マタニティフォトみたいなのをね撮ったんでしょうね。それを載っけてて、恋人がいるのは知っていた。恋人がいるんだなーぐらいだったので、恋人がいるんだなーも恋人と別れたんだなーみたいなタイミングが前あったんですよ。なのにいきなりウェディングフォトあげたらしくて、みたいな、別れたと思ってたのに、あれ結婚したんってなったんだよね、A子は。そもそもウェディングフォトの主のことはほんとどうでもいいんだけど、結婚したんだ、別れてなかったんだ、出来婚なんだっていうのが第一印象ですよ。A子も私も。私が別れてなかったんで出来婚なんだねって送ったら、別れたと思ってたんだけど出来婚なんだねって来たんですね、A子から。私が交通事故に遭って婚約破棄しましたみたいな感じの動画を上げたから、それを見てくれた方は察すると思うけど、私はその入院期間中に、自分の未来、生命の未来も危ういし、自分の女の子としてのライフイベント、結婚出産とか、あとは仕事とかの未来が絶望的に思えていたの。こうなってもう一緒にいられないよねみたいな話は当時の彼氏としていたから、結構 お先真っ暗だと自分思っていたのね。だからそのウェディングフォトを送られてきたことに対しては、まず正直その主さんそんなに関係ない人なのになんでわざわざ今送ってくるんって思っちゃったのね。やっぱりそれで同い年の結婚とか妊娠とかっていうのは羨ましく思いました。出来婚だねって言ったけど私は内心羨ましいっ
って発言したの。もう本当にそのままの率直な気持ちですよ。出来婚ってさ、今は授かり婚ってちゃんと言い換えたりもしますし、年齢によっては、子供ができるかできないかわからないから、できたら入籍しようねとかっていうパターンの人もいると思うので、そんな出来婚が悪いってことを言いたいわけじゃなくて、でも昔から出来婚なんだみたいな風潮ってあるじゃん。その出来婚が羨ましいんじゃなくて、そうやって人生のステップが前にって進んでること自体が内心羨ましい。英子が出来婚羨ましいか、知らないところは出来婚だねって言われるの嫌だなって返事が来たんですよ。でここからちょっと雲行き怪しいじゃないですか。だからわざわざね一応説明して、私はこの先結婚も恋も無理かもしれない、出来婚がどうなのかって話じゃなくて、内心は羨ましいと思ってしまうよ、重くなってしまってごめんねっていう話をしました。そしたら今は自分のことしか考えちゃダメだよって一旦慰められ、それも正直自分のことしか考えちゃダメって言ってくんだったらウェディングフォト送ってくんだよって話なんだけど、仲良くしている一面みたいな中での結婚だったら、そりゃその子のことをねお祝いしたいし、後から知るよりリアタイで知りたいってのは本当に事実だからいいけど、本当に関わりがない人の結婚なんて正直どうでもいいじゃないですか。ごめんね。それでそっから私が当時彼氏がいるっていうのも友達英子は知ってたし、私が当時の彼氏と結婚を考えているっていうのも英子が知っていたので、っていうか彼氏と別れたの？彼氏とどうなったの？って聞かれました。そこで私がプチンって切れちゃって、それ今言うっていう、ここまでの流れを聞いてもらったら想像つくと思うけど、私もその英子もその他もろもろの友達、一緒にいる一面の友達はぶっちゃけめっちゃ心が綺麗なわけじゃないと思う。うちわの中では言わないけど、学校同じ子であの子ってこうじゃないみたいなとか、ほんと通りすがりの知らないカップルとか見て彼女は可愛いのに彼氏の方全然かっこよくないねとかって言っちゃうようなことをしていたから、私も性格良くなかったなって思うんですよ。だからそういう話をしてた経緯があったから、英子に対して私が人の不幸を見てよりも甘いっていう言葉が似合うよって切れちゃったの。そういう言い方をしてしまったの、私が。で英子がごめんって、そういうつもりじゃなかった、普通に悪気なく聞いてしまった、どうなったか気になってただけなの、いつも通りの会話をした方がいいんじゃないかなって思ったのって。変にはるかちゃんに気を使う同情するよりも、いつも通りの会話をした方がいいと思ったから、そんなに仲良くない人のウェディングフォトを送ったし、ごめんねって。でも人の不幸を蜜より甘いって思ってるでしょって、言葉が似合うよって言われたのはショックって言われて、みたいな、私が悲しんでたのにあなたの悲しむターン来ましたって感じになっちゃったのよ。そこで人にはそういう要素あると思うよって、やっぱりうまくいってる話ばっかり聞くより失敗談とか不幸みたいな話の方が人はすごい気になる。世の中そういう人の方が多いと思う。私もその毒舌キャラじゃないけど、割と物事をはっきり言うタイプだし、友達にもそういうキャラで通していたの。嫌なものは嫌だ、私が思うことはこう思いますってズバってストレートに言っちゃうキャラであったからこそ、あなたに対しても今私が悲しんだ、で私はあなたが人の不幸を蜜よりも甘いと思ってるって感じたから、尖った言い方になって尖った言い方をしてしまってごめんねって私は一旦謝りました。そっから時が経ち、こうやって動画とか撮るようになって、過去を振り返ったりとか過去を思い出したりとかした時に、あとフレネミーって言葉が最近出てきて、私も英子も私たち一面がフレネミー気質だったんだろうなって
ちょっと反省しまして、で私もね人生山あり谷ありいろいろ経て、割と性格とかさ、考え方思考の、成長してたから、なんか今思うと余裕がなかったのはそうなんだけど、ちょっと言い過ぎたかなって思ってるの。人に寄り添うとか人の気持ちを考えるっていうのを得意とする友達が周りにたまたま多くて、私のこっちの界隈だと生きてるだけでよかったって言ってくれるのに、A子は彼氏とどうなったのっていうのを気にしてくるっていうので、すごいギャップがね生まれてしまって、そこで本当にちゃんと気づきましたね。なんかもうちょっと人に優しくならなきゃなって改めて思ったんだけど、優しくなかったかと言われたら優しい方だと思うんだけど、どうやって関わっていくべきかなっていうのを今最近考えていて、今日の議題はそこです。着地点はそこです。今でも関わりはあります。一面っていうのが A 子と2人きりじゃなくて数人いるんですね。数人いるから、もう正直私は A 子と2人で遊ぼうって誘わなくなってしまった。お互い、忙しいとかあるかもしれないけど2人で遊ばなくなった。遊んでない。だけどみんなで集まろうってなった時はお互い行くし会うし、でその他のB 子 C 子 D 子みたいなね子たちとは1対1で遊んだりします。だから余計に A 子と会わなくなったからこそ、ギクシャクしてるかなって思っていて、でもみんなで集まる時は集まるし、どうしようかなって思ってるのね。あなたも同じ目に会えばいいのにって私さっき思ってたって言ったじゃん。実は A 子がその後、しばらくして A 子が実は病気になったので、入院とかもしたりとかして A 子結構気分落ちてて、なんかもうこの先どうしようみたいな感じで落ちてたから、なんか当時の私の気持ちが分かったかなって思ったのね。お互いに成長した今だったらもう一回やり直せるんじゃないかなみたいな風に思って、英語の入院期間中に1回だけ面会に行きましたね。なんかどういう治療をしてるのとか、どういうスケジュールで動いてるのって、ご飯まずいよねみたいな話とか、入院食味薄くねみたいな話は1回入院したことある経験があるから話せる内容だし、当たり障りのない話とかして、私にこういう風にしてくれたら嬉しかったなみたいなことを私はちょっとしてみて、下準備みたいなことを英子の入院期間中にしたので、そろそろ私結構根に持ってるんだけどじゃないけどモヤモヤしてるんだけどっていう話した方がいいかなって思ってるの。だからさ、この話を聞いたら普通の人はね分かると思うんだけど、もし自分のね身の回りの人たちに不幸があった時、病気になりました、すごい気持ちが落ちてますみたいな時には、なんか未来の話してあげない方がいいかなって思う。未来の話って言っても、もし退院したらなんか一緒にどこどこ行こうねみたいな楽しみを作っとくのはいいと思うんだけど、なんか恋バナとか、仕事の話みたいな、進学の話とか、人生のステップアップみたいな内容のお話はあんまりしてほしくないって多分思うかなっていうのが私の経験上あるので、そういう相手とお話しする機会があったら、相手が落ちてる、苦しんでいる期間はそれはしないであげて。なんか女子ならではのなんかドロドロみたいな、浅く広くみたいなので起きる問題とかに巻き込まれてこなかったの。逃げるのもうまかったし、外から大変そうだなって思うことの方が多くて、自分がその当事者としてそこの渦の中に入ってることが今までなかったのよ。浅く広くじゃなくて狭く深くっていうタイプ。私は自分の考えをちゃんと言う、相手も考えをちゃんと言う、討論ができるっていう関係性がすごい多かったから、いい年してなんかやっとなんか女子ならではの悩みみたいなのにぶち当たり、どうしたことかってなってしまったんですね。
A 子も私ももともとは自己肯定感が多分低いんだと思うの。尖ったことを言っちゃったのは、その時の入院してる自分のその未来に自信がなかった。どうしようってなっちゃったから、自分自身にも自信がなくなってたから、A 子に優しくすることができなかったっていうことにつながってると思う。だから結論、人に優しくするためには自分をまず愛することが土台にあってこそできることなので、自分を愛せる人になりたいなと思うようになりました。以上です。多分ね、お前何言っとるんねん、めんどくさっていう意見が多いと思うんです。そんなのは分かっています。だけどなんかこういうことありましたみたいな、分かります、女子ってそういうことありますよねとか、ぜひコメントで教えてください。逆に男子でこういう経験あるということで、長々と聞いてくれてありがとうございました。じゃあね。